また随分と貧相な服装ですね。なんて嫌な目つき。相手をバカにしたような表情。この人はいつだってこんな態度だ。俺の決意や志をつまらなさそうに鼻で笑う。ここが何の会社か分かってます？センスのないあなたにうちで働く資格なんてあるのかな。もう我慢できない。あんまりだ。たとえ相手が面接官だろうと関係ない。言いたい放題の彼に俺は一言物申すことにした。俺の名前はハルト。年齢は24歳。工業用の部品を作る町工場で働いていたけれど、今は辞めてアルバイト生活を送っている。仕事を辞めたのはどうしても諦めきれない夢があったから。それはあるアパレルメーカーで働きたいという夢だ。ただその夢を追いかけたがために俺はかなり辛い思いをする羽目になった。おとなしく工場で働いていればよかった。何度そう思ったことか。俺は小学生の頃に父親を交通事故で亡くした。それ以来安くてボロいアパートで病弱な母親と二人暮らしをしてきた。日々の暮らしはお世辞にも裕福とは言えなかった。公的な手当や NPO の支援を受けながらのギリギリの生活で生きるのが辛い、そう感じたことが何度あっただろう。気持ちが沈んだ時、母と俺は生前の父が写ったアルバムをよく眺めた。父はモデル並みのスタイルの持ち主で、スーツを着ると映画俳優のように目を引いた。いつか俺も父さんのようにかっこいい大人になりたい。俺は自然とそんな思いを抱くようになっていった。前述の通り、うちは非常に貧しかった。だから高卒で働いて母さんを助けるのが筋というものだろう。けれど俺はどうしても大学を出ておきたくて思い切って進学したのだ。学部は経済学部。進学したものの勉強しに行ったのかアルバイトをしに行ったのかわからない4年間だった。大学には自分の意思で進んだのだから母に経済的な負担はかけられない。そう思って生活費も学費もすべて自分で働いて稼ぐことにしたからだ。選んだアルバイト先は商業施設に入っているメンズ服のショップ。父譲りのスタイルとやる気が決め手になって俺はすんなり雇ってもらえた。初めて働くアパレルショップ。俺は接客するたびに自信をつけていった。先輩からの助言をよく聞いてファッション誌を買って勉強する。それが俺のスタイル。自分で言うのもなんだけれど、売り上げには大いに貢献できた。ぜひ正社員になってくれとマネージャーから言ってもらえたくらいだ。ショップ自体が施設から撤退しなかったら、俺はきっとそのままその道に進んでいただろう。その後、俺は当然のようにアパレル大手への就職を目指した。けれど人生はそれほど甘くない。残念なことに第一志望の会社からは内定をもらえなかったのだ。その一社に全てをかけていた俺は落ちたことで働く意欲をほとんどなくしてしまった。最終的にたどり着いたのは工業用部品を作る町工場。ぼんやりしてゾンビみたいだった当時の俺を社長はよく雇ってくれたものだと思う。今になって振り返ると俺は真面目ではあったけれど決していい社員ではなかった。常に胸にはいつもファッションに対する思いがあった。ことあるごとにスーツを着た父の姿を思い出してはため息をついていた。作業服で働きながらも自分の居場所はここではないと感じていたのだ。自分で希望して入社させてもらったくせに本当に不届きなことだと思う。どうして採用してもらえなかったのだろう。自分の何が悪かったのだろう。考えると悔しくて夜も眠れなくて、当然まともな仕事ができなかった。あまりにもミスを連発したせいだろう。俺は社長から直々に呼び出しを食らった。心ここにあらずの状態で仕事をされては困る。そんな話だったと思う。いつも何をそんなに考えているのかと聞かれて、
俺は本当の気持ちを打ち明けた。アパレル関係の仕事に就きたかったけれど、それが叶わなかったことを告白したのだ。工場勤務は本意ではない。そういった俺のことを怒ってもいいはずなのに、社長は笑ってくれた。ハルトはまだ若いんだから、一度の失敗で諦めるな、とまで言ってくれた。俺が思い切って工場を辞めたのは、そんな社長からの励ましがあったからだ。俺はアルバイトをしながらアパレル大手への就職を目指すことにした。求人サイトで探したアルバイト先はもちろんメンズ服のショップ。大学時代にみっちり働いたこともあってショップにはすぐに馴染めた。そのアルバイト先で知り合ったのがみゆきだった。みゆきは女性なのにメンズブランドで販売員をしていた。何でも女性の視点からメンズファッションを評価できる点を買われたのだとか。俺がアパレル大手への就職を目指していることを話すと、それならとみゆきは言った。販売士の資格を取るといいんじゃない？きっと評価してもらえると思うよ。みゆき曰く、俺が就職を目指す会社では社員に資格取得の援助をしているらしい。会社が取得を推奨している資格の一つが販売士。販売に必要な技術や商品の知識、マーケティング手法などを身につけられる資格だ。そうだったのか。みゆき、よくそんな内部情報を知ってたな。実はこの会社に知り合いがいるの。ハルトのことを応援してるから頑張ってね。思わぬ後押しを受けて、俺はまず販売士の資格取得を目指すことにした。ただ、それまでのように追い風ばかりではなかった。あるトラブルに見舞われたせいで、俺は自分の部屋でまともに勉強できなかったのだ。俺が見舞われたトラブル、それはいわゆる隣人トラブルだった。アパートの隣の部屋に厄介な人が住んでいるせいで、勉強に全く集中できない。隣人の名前は安田。年齢は40代前半というところ。彼は俺以外の住人たちとの間でも揉め事を起こしていた。安田は部屋にいるときはいつも大音量で音楽を流す人だった。曲の多くは海外のメタル系バンドのもの。デスボイスやシャウトがとにかくやかましい。しかも安田は酒が入ると自分まで曲に乗って絶叫し始めるからたまったものではない。ある日、俺は耐えかねて直接講義に向かった。ドアを叩いて呼び出すと、安田の目は座っていた。明らかに酒が入っていた。隣のものですけど、音量をもっと下げてもらえませんか？勉強できないんで。はあ、勉強？何のための勉強？何のためって、販売士の資格を取るつもりですけど。俺が素直に答えると、安田は酒臭い息を吐いて笑い出した。やまない爆音と相まって、俺はものすごく嫌な気分になった。販売士なんてあんな資格取ったってね、何の役にも立たないよ。はあ？あなたに何がわかるって言うんですか？俺は怒鳴ってそのまま帰ってきた。あんまり腹が立って長居したら暴力沙汰になりかねないと思ったからだ。そんなこともあって安田とはことあるごとに揉めるようになってしまった。例えば安田は喫煙者でしょっちゅうベランダに出てタバコを吸っていた。その煙の匂いが洗濯物についたり窓から部屋に入ってきたりしてすごく不快だった。隣人トラブルの際、ベストな対応は管理人などの第三者に相談することだという。けれどなぜだろう、当時の俺にはそんな穏便な発想は全くなかった。苦情をぶつけられた安田が逆上して問題が深刻化する恐れだってあったというのに、火に油を注いだこともある。こちらから壁を叩いて騒音に応戦したのだ。当然怒った安田はより一層の大音量でメタルを流し始めた。つかみ合いの喧嘩になったこともあった。酒に酔った安田が間違えて俺の部屋に入ってきた時のことだ。はあ、なんで隣のガキが俺の部屋でくつろいでんだよ。ここは俺の部屋、あんたの部屋は隣ですよ。安田は俺を見下すような目つきでずかずかと室内に入ってきた。それを止めようと立ちはだかる俺、退かそうとする安田。俺たちはつかみ合いもつれ合うようにして
部屋から出た。同じ階に住む人が通りかかって仲裁してくれなかったらどうなっていたことか。そういう関係なので安田は常日頃から俺のことを嫌っていた。こうしたいがみ合いが後にあんな結果をもたらすなんてこの時の俺は思ってもみなかったのだ。数ヶ月後、俺はめでたく販売士3級の試験に合格した。売り場作りや接客など販売担当として使える技術の再確認ができた。マーケティングのことも学べたし、小売業の基本的な知識を身につけられたと思う。みゆきも俺の資格取得を大いに喜んでくれた。実はその頃、彼女と俺は結婚を前提とした交際を始めていたのだ。アパレル業界の知識が豊富なみゆきは俺にとって最強のパートナーだった。筆記も面接も試験の対策は済んだし、これで採用間違いなしね。そうなるといいんだけどな。とにかくいろいろサポートしてくれてありがとう、みゆき。気にしないで。ああ、そうだ。試験当日に着るスーツや靴は今のうちに準備しておいた方がいいよ。ああ、それなんだけど、一丁羅のスーツは部屋に吊っておいたらすっかりタバコ臭くなっていた。安田が吸うタバコの煙が窓から入ってくるせいで匂いをつけられてしまったのだ。面接官本人にまで嫌な匂いが届くことは考えづらいけれど、少し気になる点ではある。そっか、クリーニングをお願いしないとね。それかいっそ新しいのを買うとか。他に持ってないわけじゃないんだ。思い入れのあるスーツが一着だけある。でも10年以上前に父親が着ていたスーツなんだ。あれはさすがに着られないよな。俺は写真の中の父の姿がどんなにかっこよく見えたかをみゆきに語った。スーツ姿の父は俺の昔からの憧れであり特別な存在だ。すると何を思いついたのか、みゆきは猛烈な勢いでメールを打って誰かに送った。しばらくするとそのメールの相手からビデオ通話がかかってきた。みゆきと一緒にその電話に出て、俺はめちゃくちゃ焦ってしまった。なんと通話の相手はみゆきの父親だったのだ。俺は簡単な自己紹介をしてみゆきと交際させてもらっていることを話した。みゆきの父親はとてもおおらかで頼りがいのありそうな印象の人だった。ハルト君はお父さんのスーツを着て面接を受けたいんだって。はい、もしもそれで合格できたら父への手向けにもなるんじゃないかと思ったんです。けど何しろ物が古いですし諦めた方がいいのかなって。いやいや大丈夫。それなら仕立て直しのサービスを使うといいよ。仕立て直しですか？遺品整理で出てきた親のスーツや着物をどう処分すればいいか困る人は少なくない。中には俺のように深い思い入れがあるから自分で着たいという人だっている。そういう人のために体型やトレンドに合わせて仕立て直すサービスがあるというのだ。みゆきに番号を伝えておくから連絡してみなさい。私の名前を出していいからね。はい、ありがとうございます。その時俺はアドバイス通りに父親のスーツを仕立て直してもらった。革靴もきれいに磨いたし資格も取った。これで面接試験の対策は完璧だ。俺は以前よりずっと前向きな気持ちで試験の日を迎えたのだった。人生というのは本当に何が起こるかわからない。試験当日名前を呼ばれて入室した俺は面接官の顔を見て度肝を抜かれた。こちらを見てニヤニヤと笑っていたのはなんとあの安田だったのだ。彼が俺の憧れのアパレル大手に勤めていて、しかも面接官までしているなんて。どうしましたか？どうぞ座ってください。はい、失礼します。そこからはもう安田の独壇場だった。彼は俺の履歴書を片手に嫌味を連発してきた。日頃の鬱憤を晴らしてやる、そう言わんばかりの態度。面接官という立場の強さを傘に来たただの嫌がらせだった。俺の経歴や資格取得の努力をバカにした安田は最後に俺のスーツを見て、それにしてもまた随分と貧相な服装ですね。ここが何の会社か分かってます？センスのないあなたにうちで働く資格なんてあるのかな。ニヤニヤと笑いながらけなしてきた。
俺はもう我慢の限界だった。言いたい放題の安田に俺は一言物申すことにした。これは御社のスーツなのですが。父が着ていた御社のスーツを仕立て直したものなんです。気づいていただけなくて残念です。そう、実は父はこの会社のスーツを着ていたのだ。俺からの反撃がよほど意外だったのか、安田が悔しそうに歯ぎしりをした。そして酒に酔ってつかみ合いになった時のような鋭い目つきでこちらを睨んできた。なんだ、面接官に対してその生意気な態度は。こちらを試すようなことをして失礼じゃないか。もういい、さっさと帰りなさい。どうせ君は不採用だからな。仕方がない。俺は席を立った。面接官が安田だった時点で見えていた結果だ。一礼した俺が退出しようと振り返ったその時だった。ドアが開いて見覚えのある人物が室内に入ってきた。今のやりとり聞かせてもらったぞ、安田君。富田部長、どうして支社に？驚いた様子で立ち上がる安田。俺も同じように驚いていた。富田部長と呼ばれたその人は他でもないあのみゆきの父親だったからだ。富田部長は鋭い目で安田を睨み、一切の言い訳を許さない迫力で続けた。どうしても何も圧迫面接の苦情が多く寄せられていたから本社から確認に来たんだよ。つまり君が呼んだようなものだ。私は圧迫面接をしていたつもりは。していないと本気で言えるのか？今のやりとりを聞かせてもらったと言ったはずだぞ。ブランドへの愛、モラル、大人としての常識、君には欠けているものが随分多い。よくそれで面接官ができたものだ。言われ放題の安田。彼の面接には苦情が多かったらしい。安田は顔を真っ赤にしてうつむいてしまった。富田部長は俺の方を振り向いて頭を下げてくれた。春人くん、嫌な思いをさせてしまってすまなかったね。いえ、でも驚きました。まさかお父さんがこちらにお勤めだったなんて。みゆきからは秘密にしておいてくれと言われていてね。許してやってくれ。君が気兼ねなく採用試験に臨めるようにあの子なりに考えたようなんだ。俺はその後富田部長の計らいで改めて面接試験を受けさせてもらった。面接では父のスーツのことで大いに注目してもらえたし、好印象を抱いてもらえたと思う。そのおかげもあって後に俺は悲願の内定を獲得したのだ。ついに憧れのアパレル大手に入社できたのだった。一方安田はというと圧迫面接の件で吊るし上げを食らったらしい。苦情で寄せられた嫌味や暴言についていちいち確認を取られ、散々な思いをしたようだ。その後彼は降格処分を受け、地方にある関係会社の流通部門へと飛ばされた。安田は今トラック運転手としてきつい仕事に従事させられているのだとか。春からいよいよ俺の新生活が始まる。憧れの会社に入ることができて、俺のやる気はあふれんばかり。アルバイトの経験と販売士の資格を生かして大いに会社に貢献するつもりだ。仕事や人間関係に慣れてきたら時期を見てみゆきにプロポーズをしたい。彼女と一緒に温かい家庭を作り、幸せな毎日を過ごしていくこと。そんな新しい目標を掲げて、俺はこれからも前向きに生きていきたいと思っている。